皆さんこんにちは。黒帯ゲームズのダンザーです。こんにちは、白帯ちゃんです。すっかり遅くなってしまいましたが、新年最初の動画になります。2026年もよろしくお願いします。さて、僕は普段プライベートでダンジョンズ&ドラゴンズなどのファンタジー RPG をよく遊んでいるんですけれども、ファンタジー RPG の魅力の一つに種族があると思うんですよね。エルフとかドワーフとか、そういうやつですよね。そう。ダンジョンズ&ドラゴンズでもエルフ、ドワーフ、ハーフエルフ、ハーフリングとかいったメジャーどころから、あと竜人間のドラゴンボーンとか悪魔の血を引いているティフリングなど独特な種族が用意されてます。サプリメント導入するとカラス人間のケンクとか猫人間のタバクシーとかですね、を選ぶこともできますね。猫人間がいるのはいいゲームですね。いろいろな種族がいるパーティーはね、賑やかだし、それぞれが得意分野で苦手分野を補い合ったりとか、幽夜物語みたいにエルフとドワーフがですね、確執を超えて友情を育むみたいなのを演出できるのもすごくいいですよね。みんな馬と猫がね、仲良くしてる動画とか好きでしょ？そんなわけで、2026年最初の TRPG 温故知新はこのゲームを紹介したいと思います。ファンタズムアドベンチャーです。お、初の海外ゲーム。ファンタズムアドベンチャーは1988年に大日本絵画さんから発売された TRPG です。基本のゲームデザインはですね、アメリカ人のトロイ・クリステンセンさんという方が作られているので、一見するとですね、海外ゲームのように見えるんですけども、デベロップしたのはですね、ほぼ日本のスタッフということで、純粋な海外ゲームというのは言えないのかなと。ほぼほぼ日本製という感じのゲームになってます。クレジットのページがね、頭の方にあるんですけども、トロイ・クリステンセンさん以下他の人は全員日本人ですね。アートが山田明宏さん、加時はじめさん、韮沢康さんとかいう、もう超そうそうたるメンツが書かれておりますね。今考えると凄まじいドリームチームで作っているんですね。表紙は山田明宏さんですね。あとですね、韮沢康さんがモンスターのイラストを描かれてるんですけど、これがもうすごい説得力があってね、いいんですよ。僕はね、このゲームのモンスターランをきっかけに韮沢さんの大ファンになりまして、念願かなってですね、ロード・オブ・アミリオンでカードイラスト描いていただいた時はすごく嬉しかったです。異端の思考心というカードを描いてもらいました。ファンタズムアドベンチャーがなかったら、あのカードはね、もしかしたらなかったのかなとも思います。ゲームの内容はどんな感じなんですか？ゲームの舞台はですね、地球とは違うモドカンという惑星が舞台になっています。基本ファンタジーなので、人間とかエルフとかドワーフとかハーフリングみたいな種族はいるんですけれども、他にもですね、プレイヤーが選べる種族として、ミノタウロスとかですね、マンティコアとかスライムみたいな、ファンタジーでいわゆるモンスターとして扱われるような種族、それからですね、宇宙から来た奇怪な異星人なんかが知的生命体として暮らしていて、それをプレイヤーとして選ぶことができます。宇宙から来た存在でね、特にこのゲーム知ってる人には人気があるのはですね、パフィボーゼってやつがいるんですけど、はい、これですね、白帯ちゃんに見せよう。このね、体が逆転しててですね、お尻が上の方にあって、顔が下の方にあって、プルプルしてるよ。で、3本足で3本手があるというですね、もう超キモいやつなんですけども、このね、わけがわかんないやつとかもプレイヤーとして選ぶことができます。絶対選びたくないです。こんなのもいるんだけど、エルフみたいな普通の種族もいたりとかして、アシュって言われるね、ちょっと別バージョンみたいなのも含めると、種族はですね、75種類。サプリメントで増えた分加えると100種類以上から選ぶことができます。ベースはね、剣と魔法のファンタジーなんですけれども、火器とかね、マシンガンみたいなものとか、あとハイテク兵器なんかも存在していて、スペースオペラっぽい味がする独特の世界ですね。なので、ちょっとね、これをプレイしようって友達誘うときになかなかあれみたいな感じって説明が難しいんですけど、あえて僕がいつも説明するときに使ってるのは、スターウォーズにですね、カンティーナの酒場っていうのが出てきてですね、大きいのやちっちゃいのやいろんな異星人がこう集まっているカオスな酒場みたいなのが出てくるんですけど、ご存知の方いらっしゃると思いますけど、なんかあの感じです。メジャーな映画だとあの風景が一番想像しやすいのかなと個人的には思います。文明のレベルとかも種族によってバラバラですし、そんなデコボコの奴らがパーティーを組んで冒険したらね、そんな楽しいに決まってるというわけです。もちろん猫人間もいますよね。フェルゼンティというですね、猫人間がいます。ライオンっぽいアシュとかもね、いたりしてですね、フェルゼンティは比較的遊びやすい種族なので、人気がありますね。やったー！でも、そんなパーティーでどんな冒険をするんですか？
公式のね、シナリオがいくつかついていたりするんですけども、割とスタンダードにダンジョンに潜ったりすることが多かったりします。そういう時代だったので、TRPG といえばみんなでパーティーを組んでダンジョンに潜るというのが普通の時代だったので、そういったところの遊びが公式では提供されているんですけど、雰囲気的にはですね、未踏の惑星を探検するとか、あとは僕がプレイしてた時は割とスペースオペラに振り切ってですね、スターウォーズっぽい惑星の中で不時着しちゃってみたいなシナリオを遊ぶことが多かったです。このファンタズムアドベンチャーはですね、1988年当時ですね、ゲームグラフィックスというとっくの昔に廃刊になっちゃいましたが、という雑誌でサポートされていました。発売から2年後の1990年にですね、アドバンスドファンタズムアドベンチャーというこっちですねの本が刊行されました。2年目で2版が出るって、今時のペースで言うとかなり早いなという感じがします。僕がね、主に遊んでたのはこっちの2版の方からなんですけども、データ類とか世界設定がより細かく設定されていて、とても遊び応えがあるゲームになっています。特にね、魔法のルールがかっこいいんですよね。この間のギアンティークの時も話したんですけど、結構僕は魔法のルールが大好きで、これはですね、21系統のすごいたくさんの魔法が用意されている上にですね、魔法の源、単にマジックポイントを使うとかではなくてですね、その魔法使いによってですね、何からそのエネルギーを得て魔法を使っているかっていうのを設定することができたりします。例えば、星のエネルギーを吸収して魔法を使うっていう風に決めたらですね、月が出てたりとか、星が見えてる時は強い魔法が使えるようになったりとか、あとはですね、言葉で魔法を使うよっていうことであると、言葉を使えれば魔法が使えるんだけども、強い魔法を使おうとすると大きな声を出さなくちゃいけないので、隠れていてもですね、敵に見つかってしまったりとか、そういったね、ことができたりします。ギアンティークの魔法もそうでしたけど、ビジュアルが想像できる魔法システムは中二心をくすぐりますね。なのでね、ひたすらキャラクターのデータ作るだけでも楽しくてですね、たくさん作っちゃったキャラを NPC にして登場させてセッションをやったりもとても楽しかったゲームになってます。こんな面白いゲームがあったってことをね、もっと知ってほしいし、もっと流行ってほしいなと思うわけです。でも、1988年創刊だとなかなか手に入らないですよね。それなんですよね。一昔前はですね、古本屋でちょいちょい見かけたりもしたんですけど、最近はさすがにもう見ないかなと。さっきネットで調べたら3万円ぐらいになっちゃってました。ただですね、今回このゲーム、ぜひそれでも紹介したいなと思った理由はですね、ファンタズムアドベンチャーは今でもファンタジー設定を考えるネタ本としてですね、すごく優秀だからなんですね。読み物として読んでも面白いというところもあると思いますので、ぜひともですね、どっかで見かけたら保護してあげてください。今この世界観で遊ぶとしたら、ルールはダンジョンズ&ドラゴンズを使えばいいんじゃないかなと思います。D&D は気軽に並行世界を増やすこともできますし、惑星モノカンみたいな世界がその中の一つにあってもいいんじゃないかなと思います。もともとね、D&D には種族は豊富に用意されていますので、いくつか追加でね、自作したり、今ある既存のものを改造したりすれば、それっぽく遊べるんじゃないかなと思います。種族データを自作するのは楽しそうですね。僕は猫人間の白帯文句を作りたいです。それはそのまんま D&D でタバクシーの文句をやってもらえばいいと思いますけどね。そんなわけで TRPG 温故知新第6回目はとにかく種族がいっぱい遊べる TRPG というわけでファンタズムアドベンチャーをご紹介しました。今後も今振り返ると意外と新しい面白いゲームをどんどん紹介していきたいと思いますので、面白かったという場合は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また新機能のハイプが表示されている方はこちらでも応援してくださるととても嬉しいです。ぜひお願いします。ではまた次回お会いしましょう。次回はゲストをお呼びする予定です。じゃあねー。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。